こんにちは。お元気ですか？今日は3月15日の土曜日ですね。週末ですね。今日はちょっと肌寒いかなっていう感じでございます。暖かい春っぽい日もね、最近ちらほら出てきたかなっていう感じですね。私は相変わらず基本引きこもりの生活をしているので、外に出るのはね、スーパーに行くかコンビニに行くかで、ここ1ヶ月間くらいはね、ちょっと本を読んだりしてるので図書館に行ったりとかしてますね。それまで去年の今ぐらいからな、結構本を読むのもやめてたんで、使える時間は全て一生懸命仕事にできたらいいなって思ってるタスクをねやってたので、本もずっと読んでなかったんですけども、ここ1、2ヶ月くらいね、少しちょっとそういうのも緩めないと、ちょっと私もメンタル的にというかね、疲れてきちゃって、ぶっちゃけ。なので読書とかもまたするようになりました。ちらほらとね、もうのんびりしてたりとかのんびりなのかなそんな感じで過ごしてますね。最近はね、もうチョコレートがすごい食べたくて最近の私の日常の中の話すようなトピックっていうのがそれくらいしかないんですよね。最近はすごいチョコレートが食べたいですとかね。うんうんとね久々にこの前洋酒チョコを食べたら、モンブラン味のね洋酒チョコを食べたら、結構やっぱ洋酒チョコ好きかもと思ってね、また最近買ったんですよね。ロッテだったかな、ラミーっていうチョコレートあるじゃないですか。これ結構昔からあるような気がするんですけども、ラムレーズンが入ってる洋酒チョコで、アルコール分 3.7% なので、そこそこお酒を飲むのと変わらなくはないけど、缶ビールとかだとね、アルコール分 5% ぐらいじゃないですか。なので、そう考えると結構お酒に近いチョコレートかなっていうふうに思いましたね。お酒に近いというか、お酒が入ってるチョコレートですね。そうそう、お酒がしっかり感じられるチョコレートで、なんかお酒をちょこっと飲むよりも、なんだったら洋酒チョコとかね、アルコールが入ってるお菓子をちょこっと食べるっていうのもね、ちょっと一興だななんて思ったりとかしました。ラミ美味しかったですね。これでよく行くスーパーでね、洋酒チョコが4種類ぐらいいつも置いてあるんで、あと2種類ぐらいまた買いに行きたいなって思いました。お酒が入ってるチョコレート、ちょっとねいいなって思ったりとかしてますね。なんかあのなんだろうな今月私の誕生月なんですよね。バースマンスというかバースデーマンスなので、なんだったら今月のうちにケーキの一つでも食ってやろうかってか思ったんですけど、あんまりケーキっていう気分じゃなかったりとかするんで、ケーキはいつ食ってもうまいんですけど、ケーキっていうよりもまったりとしたチョコレートが食べたいなとか、そういう気分だったりとかするので、あの結構ケーキを食べるんだったらチョコレート食べようみたいな気分でチョコレートをね買ったりとかしてたんですけど、ケーキよりもね金額的にも安いですよね。ラミーもね1箱200円しないぐらいなので、そうそう、チョコレートを楽しんだりとかしてます。ちょっと何の話だって感じなんですけど、私もね今月で48歳っていうことなので、本当に驚くんですけど、自分がそんな年になっちゃってること自体が本当に驚くんですよね。もう昔はね、48歳どんな感じで生きてるかなんて想像できないくらいだったんですけどね。そうそう、もうそれが中年とか40代っていうか、もう50代ってもうそろそろ結構見た目的にもだいぶそのねだいぶ変化が著しくなる頃合いというかになるんで、結構年齢の話をするとね、どうしてもちょっとネガティブな雰囲気が
雰囲気をまとってしまうというかね、そういうのってありますよね、この年齢だとね。私28歳になりましたっていう時と48歳になりましたっていうのだと、ちょっとねこう老化とかね、そう病気とかね、なんかそういう雰囲気をまとっちゃいますよね。なんていうか、この話の雰囲気がね。そうそう。で初対面の人とか、初対面じゃなくても、なんかこう例えば職場の人とかに「え今いくつだったっけ?」みたいなこと聞かれたりとかすることあるじゃないですか。あの、もしくは初対面でちょっと聞いてくるような場合とかもありますけれども、結構これくらいの年齢になると若干遠慮されがちっていう年齢にもなってきますよね。でも私はもともとね、あんまり年齢とかを気にしないタイプだったんで、そういうのは全然普通に答えてたんですけれども、一時期はその年齢のっていうよりもね、ちょっと個人情報っていうところにちょっと敏感になってた時があって、すごくそういうのをこう聞いてほしくないなってめちゃめちゃ思ってたその時期がありましたね。ちょっとだから前の会社の時とかもね、直接聞いてくる人はいなかったんですけど、なんかこうそれとなく干支の話を振ってきたりとかね、そういう子とかがいて、なんかすごいこう嫌だなって思ったことはありますね。ちょっといろいろこう人生の中でいろんなことがあるのは人それぞれなので、ちょっとね言いにくいというか言いたくないというか、ちょっとトラウマというかね、いろいろあったりとかすることもあるので、ちょっと一時期個人情報とかね、あと写真に撮られたくないとかね、ちょっと写真を撮られるのもとにかく極力避けてとか、そういう時期がありましたね。前の会社の人にはちょっと集合写真に写りたがらなくて迷惑をかけたこととかもあったりとかしたんですけど、申し訳ないなっていうふうには思いますね。今はね、結構平気というかね、克服しつつあるので、そういうのはね大丈夫なんですけれども、そうそう、ちょっと年齢の話からねいろいろ言っちゃいましたけど、ちょっと話ずれましたけど、単純にね48歳とかだとね、ちょっともうそういうお年なのでちょっとっていう気分になっちゃうっていうのはありますよね。で私もこう人から年齢をなんとなく聞かれた時とかはパッと答えるのもいいんですけども、相手もねこうちょっと気を使うっていうところがあるので、ちょっと冗談っぽくねなんだろう何歳です40何歳ですとか言う前に井川遥と同じですとかワンクッション置いてから答えるとかね、水木有沙と一緒で何歳ですとかね、そんな風に答えたりとかしてましたね。そうするとなんとなくこう芸能人の中でもいわゆる美しい人の名前を先に出すことによって、この人はあんまりこう年齢をネガティブに捉えてないんだなっていうふうに思ってもらえたら、相手もこう気を使わずに済むかなっていうふうに思って、そうそう、そんな風な受け答えをしたりとかしてましたね。そうだな、最近はそういえば内田有紀も同じ年だわって思って、あの最近もし聞かれることがあったら、内田有紀と一緒で48歳ですっていうふうに答えてみようかなっていうふうに思ったりとかしますね。でもちろん答える時はね、その芸能人の中のいわゆるこう美しい人、年齢関係なく美しい人を挙げるのがポイントですね。そうそう、そんな感じで48歳、今年はね2025年はね48歳を生きようかなっていうふうに思ってますね。で相変わらずこう年齢的に上がってきてもお菓子とかチョコレートとかね、全然こう大好きで永遠に食べ続けちゃうんですけど、もうほんと20代の頃とかはね、自分も40代とかになったらお菓子とかね全然食べたくなくなるんじゃないのかなって思ってたんですよ。それくらいの年齢になると、よく脂っこいものがこうダメになるとか、そんなにお菓子とかそんなに欲しなくなるみたいな、そういうイメージがあったので、そうなんかなと思ってたら全然そんなことなくって
関係なくお菓子とかめっちゃ食いたいって感じですね。で多分このお菓子とかにもね結構中毒になるような食品添加物の中にもね中毒性のものとかもありますし、単純に砂糖もねすごい中毒性が高いので、結構そういうのを習慣的に食べちゃうとちょっと中毒的に欲するっていうのもねあるのかもしれないなって思うので、その部分はねある程度ちょっとコントロールする意識は必要なのかななんて思ったりとかしますね。量とか頻度とかね楽しみ方っていう感じですね。チョコレートを食いたいとかちょっと言ってた話とちょっと矛盾しちゃうんですけど、毎日大量に食べるっていうのはしてませんのでいいかなっていう感じですね。そんな感じで、今日も普通に家で過ごして、この後本読んでタスクを頑張ってちょこっと頑張ってね、ちょっとあんま頑張りすぎると最近ちょっとメンタル落ちるんでやりすぎないようにしてるんですけど、なんならちょっと外に行ってチョコの一つでも買ってっていう感じですかね。そうね、最近ちょっと気づいたことっていうほどのあれじゃないんですけど、料理をしている時フライパンが一番使う料理器具だと思うんですけど、私の中ではねテフロン加工のものとかもね洗う時なるべく、テフロン加工というかフッ素樹脂加工とかそれ系っていうことですね。洗う時ねスポンジの柔らかいところで洗ったりとかしてね、その加工が取れないようには気をつけたりとかはしてるんですけども、ある程度長年使うとねどうしてもくっつきやすくなっちゃったりとかするじゃないですか。ちょっともし加工が取れ始めてるんだったら健康上的にも大丈夫なのかなとか思いつつも、見た目は綺麗だったりとかするし、あとね金銭的にもね結構ギリギリな生活というかね貯金切り崩しのまだ延長みたいなね生活を送ってるんで、ちょっとねなかなかホイホイと物を買うのがねちょっとためらっちゃう部分があるんですけども、健康に関係するんだったらそこはためらうべきではない部分だとは思うんですけどね、そんな感じでちょっとフライパンがね結構くっつくなっていうのがずっと悩みだったんですよね。悩みというほどじゃないけどちょっと気になってて、でだからねその分油とかを多めに引いて料理したりとかしてたんですよ。ちょっと油多くなっちゃうけど別に油取るのそんな気にしてないしみたいな感じで私油はあんま気にしてないんですよ。もともとそんなに脂っこいものが好きじゃないんで、もともとそこまで油の料理は自分で料理する分にはしてなかったので、ちょっと増やしても別に一緒ぐらいな感じで油をねちょっと多めに引いたりとかしてたんですけども、それでも全然くっついちゃって困ったなって思ってたんですけど、最近気づいたんですけど油の量を増やしてもあんまり意味がなくって、それよりもフライパンに油をなじませておく時間をちょっと長く置くことによってくっつかなくなるっていうことに気づいたんですよ今更。だから例えば卵焼きとかね、もしくは野菜炒めとかそういう炒め物とかねお肉とかを炒める時とかもね油の量を増やすんじゃなくて食材を切ってる間にもう先にフライパンに油を引いて一回フライパンも熱して一回油をなじませとくんですよね。でなじませた後に火を止めてそのまま放置しておいて、その間に食材とかを切って、でだから実際フライパンの中に食材入れる時は5分とかね油をなじませてから立ってるんで、そこでもう一回火をつけて炒めたりとか焼いたりとかするとすごくくっつかないっていうことに気がついて、で意外となじませておけば油少量でも意外とくっつかないなっていうことに気がついたんで、最近はね料理をする時順番として油を最初にフライパンになじませておくっていうのをやっときましたね。鉄のフライパンとかだったらね保管する時とかもね
洗剤で洗ったりせずに最後に油でこうなじませて保管するとかあると思うんですけど、本当は鉄のフライパン欲しいんですけど、ちょっとこの使い勝手的にね、ちょっとそれを置いとくスペース的にも一人暮らしなんでね、他のものに油がついちゃうとかね、いろいろこう問題があるので、ちょっと鉄のフライパンは買えないなって思ってるんですけどね。そうそう、ただ鉄じゃなくても普通のフライパンでも料理する前に油はね、ある程度なじませて時間を置いてから使うとくっつきにくいっていうことに気づいたっていうのがここ最近の私の日常の中での小さな発見っていうかそんな感じですね。もうね、ほんと喋ることがね、こう人と会ってなくて、いや本当に人と会ってないですね。なのでそれくらいしかネタがないんですけど、そうそう。あとね、ちょっと最近の重大な大きいハプニングとしては、ハプニングってほどじゃないんですけど、やっぱね携帯電話がねそろそろ寿命を迎えてきたっぽいんですよね。前一回フリーズしちゃってどうしようもなくてっていう話をしたんですけども、その後どうにか再起動、電源切って再起動できて、とりあえずはまた元に戻ったんですけども、なんかねそれからやっぱりね急にちょっとバッテリーの減りが少し早くなったりとか、あとちょっとフリーズしかかるっていうことがあったりとか、あと充電する時のコードを携帯側に差し込むところのちょっと接触が悪くなったりとか、なんかそういうのが出てきて、なんかね、気がついたらこう徐々に壊れていってるなっていう感じがあるので、ちょっと急いで買い替えた方がいいかもしれないと思って、最近ちょっとネットでこう今日こそ買い替えようと思って、こう楽天モバイルのホームページ見たりとかね、いろいろしてたりとかしたんだけど、ちょっとめんどくさくて、これも日に日にね、今日もできなかった、今日もできなかったみたいになってるんですけども、今日か明日ぐらいにはその携帯電話をね、機種変更ってことで注文しようかなっていうふうに思ってますね。できたらいいけどそんな感じで、携帯は買い替えしなきゃかなっていう感じですね。で携帯の買い替えがしたら同時期ぐらいにね、この使ってる Wi-Fi もね、ちょっと乗り換えようかな、違う会社にって思ってたんで、最近ちょっと楽天モバイルのホームページとかいろいろ見ながら思ったんですけど、やっぱりねこの Wi-Fi もね楽天にして、で携帯と Wi-Fi 両方使うことでのちょっと割引とかね、お得なポイントとかそういうのもあったりとかするんで、私何気に結構楽天自体が好きなんで、楽天カード使ってたりとか、だからそこは楽天にしちゃっていいかなとか思って、もういろいろ考えるのめんどくさいしっていう風に思ったりとかしてますね。そんな感じで今の目先の目標は、目先の目標ってことじゃないですけど、でも生活の中での私の目先の目標イベントやり遂げることは携帯電話の機種変更をすること、そして Wi-Fi を新しいものに契約することっていうくらいですかね。そんな感じで、特にね何も変化のない日々を送ってて、このまま私の人生が終わるのもちょっとつまらないなっていう気はするんですけど、ちょっと今お金を稼ぐ能力がねそこまでないのと、元気がちょっとだけ出てきたので、その元気と比例するようにちょっとだけお金を収入を得てる状態にはなれたんですけども、去年とかまではね0円ですからね、それに比べたら貯金切り崩し 100% 切り崩しの時に比べたら全然いいので、ただこの後ね、この1手2手とさらにこう何か収入どうやったらできるだろうっていうのをね考えていけたらなと思いつつ、ちょっと無理をすると多分ねちょっと今こうメンタル的に落ちそうな気がなんとなくするので、こう無理をせずに
戦略的のほほんっていうかね、のほほんとね、ちょっとやろうかなっていう気持ちもありますね。だから自分でわざとこうブレーキを踏んでる部分もあって、そうそう。まああとはね、やっぱ本当だったらね、誰か人がいたらいいんですけどね、一人でもね、やっぱ周りにこう話をできたりとか付き合えたりできる人間がいたらいいんですけど、結構このぼっちはね、こうセルフコントロールというかねっていうのもあるし、なんか元気がなくなった時もね、もう昔から思ってたんですけど、いつも頭の中で自家発電っていうねワードがねいつも頭の中に出てくるんですよ。自家発電、本当にもう自分自身で発電するしかないっていうのが結構、まあなんていうのかな、他の人はずるいよねっていうふうに思ったりとかしたりとかはしたんですけども、まあそういう時でもね、会社とか行ってれば他の人にね、同僚とかに会ったりとかして、その会話の中から少し元気がもらえたりとか、このリズムを取り戻せたりとかね、この人からこの雰囲気とか元気とかテンポとかって伝染するじゃないですか。だからそういうのに助けられてたっていうのはありますね。まあぼっちとはいえちゃんと会社に行けば同僚がいたし、そういうのはあったんですけど、今はね生活的にパーフェクトぼっちなのでのそういうのもね、自分でコントロールしていかなきゃなんないので、ちょっと難しいとこなんですけれども、まあね、まあなんだろう、急がば回れじゃないですけど、ちょっと本当にね、徐々にまさにベイビーステップのベイビーから抜け出せてないままなんですけど、そんな感じで亀の速度で、ちょっとずつあの社会からこうちょっとなんだろうね、人生の夏休みって思ってましたけど夏休みからちょっとね半日くらいは働くくらいの生活に、まだ半日は行ってないか、戻ってきているかなっていう感じでございますね。ちょっとね言ってることがよく分かんなくなったので、今回はこれくらいにしたいと思います。それではまた。